ご視聴ありがとうございます。KK です。今回はこのバラプリミティブローズを描いていきます。後半にこのバラの描き方、アンティークの描け方を解説しました。素材は100円ショップで買った木の箱です。最後まで見ていただけると嬉しいです。木の小箱にはアイボリーをベタ塗りし、下絵を描きました。葉をパイングリーン、ブラックグリーンでベタ塗りしていきます。ブラックグリーン、パイングリーンのベタ塗りが完了しました。そこにウェッジウッドグリーンで葉脈を描きます。バラのベースをベタ塗りします。ジプシーローズのサイドロードで中心に影を入れました。丸筆で1度目の影になる方の花びらを描いています。筆の水分をよく取り、少しカサカサとした質感になるように描いています。半円を描くようにバラの中央より過ぎたところまで筆跡が残るように描きます。2回目の影をレッドアイロンオキサイドで入れています。半円を描くように中央の線より手前で止めるような感じで入れています。時々長めのストロークを入れると良いと思います。逆のサイドからハイライトを入れていきます。色はベースの色より白っぽいピンクです。同じように水分をよく取った丸筆で描いています。中央の線を過ぎたところまでストロークしていきましょう。2回目のハイライトをライトアイボリーで入れています。半円を描くように短いストロークが基本ですが、時々逆側や中央に入れてアクセントにするのも良いでしょう。一つのバラの花びらが完成しました。いくつかバラがある場合は同じ色は同時に仕上げていくと早く仕上がると思います。今は1度目の影を入れています。ここから2度目の影を入れています。1度目のハイライトを入れています。2度目のハイライトです。輪郭よりはみ出すようにしてふわっとした感じに仕上げるといいと思います。仕上げにライトアイボリーで微調整しています。花芯は丸筆の先を開かせてドットを打ちました。最初はレッドアイロンオキサイドで下の方に、次にライトアイボリーで上の方にドットを打ちます。小花を丸筆で描きます。4枚の花びらを短いストロークで描きました。小さい葉っぱはウェッジウッドグリーンのベタ塗りです。葉脈はブラックグリーンです。小花の花芯の色はストローです。バラのハイライトを入れた部分が少しボケているような感じがしたので、レッドアイロンオキサイドでアクセントをつけました。花芯の影ももっと濃い方が良いと思い、レッドアイロンオキサイドでサイドロードしています。最後にスタイラスでドットを打って仕上げました。プ
プリミティブローズの描き方について説明します。5段階になるように色を作りました。上から3番目がベースになる色です。ジプシーローズとライトアイボリーの割合は1対1ぐらいです。4番目の色はライトアイボリーの割合を2倍から3倍にしています。シェードからハイライトまで5段階の色を作ると好きな色のバラを描くことができます。まず上から3番目の色でベースを塗ります。次に一番上のレッドアイロンオキサイドのサイドロードで影を入れます。そして2番目の色ジプシーローズで影になる方の花びらを描いています。一番濃い影の花びらはレッドアイロンオキサイドです。明るい花びらの1回目は下から2番目の薄いピンクです。一番明るい花びらはライトアイボリーです。ハイライト側にレッドアイロンオキサイドで少しアクセントをつけても良いと思います。花芯は丸筆の先を割って濃い色を下の方に、明るい色を上の方に打ちました。丸筆のストロークの長さを説明します。1回目の薄い影は中央のラインを過ぎたところまで、2回目の濃い影は中央のラインの手前です。同様に1度目のハイライトは中央のラインを過ぎたところまで、一番明るいハイライトは中央のライン手前です。色見本で表すとベースの色、薄い影、濃い影、薄いハイライト、濃いハイライトです。上から ABCDE で表すとこのようになります。中央の色がベースです。アンティークのかけ方にはいろいろあるのですが、これは一つの方法です。私は油絵の具のローアンバーを使います。必ずニスを1度か2度塗っておいてください。着なくなった T シャツの布を使っています。まず布に油絵の具を少し取ります。そしてアンティークをかけたい場所に絵の具を置いていきます。絵の具のついてない布の面を出してその絵の具を少しずつ取っていきます。どのくらい絵の具を残すかは好みです。薄くしたい場合はよく拭き取りましょう。今回のアンティークは木の端の方にかけています。木の端の方にアンティークをかけることによって絵が浮き上がる効果があると思います。箱の蓋のメインの絵の周りにもかけていきます。描いた絵の上にアンティークをかけて色のトーンを落ち着かせる場合もあります。絵の具を拭き取って自分の好みの色合いにしていきましょう。特にハイライトの部分や白い小花の部分はしっかり拭き取った方が良いと思います。絵の周りに絵の具を重ね影のようにしても良いと思います。油絵の具は乾くのに時間がかかります。しっかり乾いてからニスを塗りましょう。今回は丸1日乾かしてからニスを塗りました。アンティークをかけることによって年月が経ったような風合いが出ます。作品によってアンティークをかけると良いのではないでしょうか。最後にそれぞれの面の絵を紹介します。
までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではトールペイントのテクニックを詳しく伝えていこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストなどコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。